回は、少しポジションを下げてリターンしてみた時の話なんですけど、今僕は結構中に入っていきたいタイプなんで、ベースラインの中に入ってリターンを早く捉えるっていうことをやってるんですけど、ナダル選手とか見てもらったら分かるんですけど、結構下がってるじゃないですか。で結構下がってリターンする選手もやっぱ多くて、特にクレーコートの選手とかはそうなんですけど、そういう場合はどうなのかっていう時に、またこれも変わってきて、早くタイミングを取るときはコンパクトにやった方がやっぱりここの面を作るっていうことがやりやすくなるんですけど、下がってる場合はやっぱりある程度ボールを打たないといけないんで、そこはまたコンパクトにっていうよりはしっかりと力の調節をしてラケットを振っていかないと、逆にボールが飛ばなさすぎてリターンが浅くなって攻められるっていうパターンになってくるんで、下がるんだったらしっかりと振った方が良くなってきます。なんでここの選択は結構いろいろ状況によって変わってきて、もしそのナダル選手みたいに下がって一回しっかりリターンを深く返してからポイントやりたいっていう人は、コンパクトに構えるっていうよりは相手の来たボールに対してタイミング合わせてしっかり振っていくっていうのが大事になってくると思います。で、通常僕の、立ってるところは結構この辺、ラケット1本と、もうちょっと2本ないぐらい、2本あるかないぐらい、この辺からリターン構えて、ブロックしたいんで、気持ち前に入ってるところが、この辺なんですけど、クレーコートとかになってくると結構下がってて、これぐらいなんで、これだと4本分ぐらい、ラケット4本分ぐらいは結構下がってることが多いです。ナダル選手とかは多分これぐらいまで、多分7本ぐらいあるんじゃないですか。これぐらい下がってリターンするんですけど、僕は結構これぐらいまで下がってリターンすることです。で、特にビッグサーバーの選手、ベルカ選手がやった時は、やっぱ返せないんでこれぐらい下がって、なるべく返すっていうことに意識してたんですけど、ちょっと下がったバージョンでリターンをしてみたいなと思います。リターンも大きく分けてこの2種類、中に入るタイプなのか、下がってリターンをするタイプなのか。僕は結構ブレイクをしたくて、このラリー戦ももちろん得意なんですけど、なるべくセカンドサーブとかも攻めていきたいタイプなので、なるべく中に入って早く捉えて、要はコンパクトにボールを返すっていうイメージをしているタイプなんですけど、逆にこのクレーコートとかこの遅いコートでやるときは、僕は逆に中に入らない方がいいかもしれないと思っていて、フレンチオープンとかも僕結構下がってリターンしたりするんですけど、ああいう跳ねて遅かったりするコートに関しては下がってリターンするのが僕は得策だと思うんで、これはコートによっての使い分けっていうのが大事になってくるかなと思います。なのでハードコートとかだと僕は少し中に入ってブロックする方がいいのかなとは思います。